文学の世界へようこそ。今日は物語を読み解くための基礎から具体な分析の方法までを一緒に学んでいきましょう。トーマス C. フォスター先生の教えを中心に読書体験がどんどん深まっていく感覚をぜひ味わってください。まず、文学批評とは一体何でしょうか。簡単に言うと、それは作品に隠されたコード、つまり暗号を読み解くことです。フォスター先生は、文学というものは、シンボルやモチーフ、テーマという部品で組み立てられた暗号のようなものだと言います。例えば、季節が変わる様子は時間の流れを表し、食べ物は人間の欲求や社会な身分を示します。また、吸血鬼という存在は、死と不死という正反対の性質を同時に持っていることを意味します。こうしたコードを意識して読むだけで、いつもの読書がまるで宝探しのようなワクワクする体験に変わります。では、実際にどうやってそのコードを見つければいいのでしょうか。フォスター先生が勧めるのは、まず全体をざっと読むことです。最初は細かい部分にこだわらず、物語の大まかな流れと、登場人物たちがどのような関係にあるかだけをつかんでください。例えば、シェイクスピアのハムレットを読むとき、まずは王様の座をめぐる争いという物語の骨組みだけを把握します。細かいセリフや舞台の様子は2回目に読むときにゆっくり味わえばいいのです。そうすることで物語の全体像がはっきりと見えてきます。次に注目したいのが物語の組み立て方、つまり序次構造です。多くの小説は序章、上昇部、クライマックス、下降部、そして結末という5つの段階でできています。これは物語のテンポや緊張感を測るための物差しになります。短編のガーデンパーティーという作品を例に挙げましょう。序章で主人公が静かな午後を過ごし、上昇部で突然悲しい知らせが届き、クライマックスで家族が葬儀の準備に追われる。このように流れを意識するだけで、読者は自然と感情の波に乗ることができるのです。そして、プロットと葛藤の関係についても考えてみましょう。プロットとは出来事が順番に起きることですが、葛藤とはその裏側で揺れ動く欲求や対立のことです。フォスター先生は、葛藤がなければ物語の中身は空っぽになってしまうと指摘しています。例えば恋愛小説なら、主人公の恋心と、それを邪魔する社会なルールという2つの力がぶつかり合うことで、物語が前に進みます。この二重の構造を意識すると、単なる出来事の並びが、意味のあるドラマへと変わります。登場人物の役割を考えるときは、アーキタイプという考え方が鍵になります。これは、英雄、悪役、賢者、影の人物といった人間が共通して持っているイメージのことです。こうした原型がどのように配置されているかを観察すれば、その人物が物語でどんな役割を担っているのか、すぐにわかります。昔ながらの冒険物語では、若い英雄が試練に立ち向かい、賢者が助言し、悪役が邪魔をします。現代の小説でも同じようなパターンが見られます。私たちは無意識せずともこのパターンに共感し、物語に引き込まれるのです。シンボリズムとモチーフは、文字通り象徴と繰り返し現れる要素のことです。季節の描写は時間の経過を、雨は心の中の浄化や悲しみを、鏡は自分自身を見つめ直すことを意味します。もし作品の中で同じモチーフが何度も出てきたら、それは作者が伝えたい大切なテーマのサインです。例えば雨が何度も降る小説は、登場人物の心が現れたり、人生の転換点を迎えたりすることを示唆していることが多いです。物語の舞台となる設定も、単なる背景ではありません。舞台そのものが、物語全体のメッセージを伝える大きなシンボルになることがあります。ボロボロに荒れ果てた都市は文明の崩壊を、果てしなく広がる草原は自由と無秩序を、古びた屋敷は過去の重い荷物を表します。設定がテーマとどう結びついているかを考えることで、読者は作品の世界に深く入り込むことができます。また、アイロニーという技巧もあります。これは、表面上の意味と、本当の意味が食い違っている状態です。
登場人物が自信たっぷりに語っている言葉が、読者から見ると実は皮肉に聞こえるとき、そこにアイロニーが働いています。さらに、相互テクスト性という考え方があります。これは、他の作品や歴史な背景との対話のことです。引用やパロディなどがこれにあたります。シェイクスピアや聖書、ギリシャ神話といった古典な物語は、現代の小説の中にも潜んでいます。それらに気づくことで、物語に新しい意味の層が見つかります。特に重要なのが、古典の現代な再解釈です。古い物語が現代の価値観や問題と結びついたとき、作品は新しい命を吹き込まれます。例えば、オデュッセイアの帰還の物語が、現代における故郷への思いや、自分らしさを探す旅として読み直されるケースです。こうした再解釈は、読者と物語をつなぐ橋渡しになります。最後に、読者反応理論についてお話しします。これは、読者自身の経験や文化、感情が作品の意味を作るのに直接影響するという考え方です。フォスター先生は、読者が自分の人生と照らし合わせて解釈することで、文学は生きた対話になると主張しています。青春小説を読むとき、自分の学生時代の思い出が重なり合い、単なる作り話以上の深い感動が生まれるのは、まさにこのためです。ここまで、文学批評の基本から分析の手法、そして読者が主体に意味を作るプロセスまでを見てきました。それでは、実際に本を手に取って、次のステップで練習してみましょう。まずは好きな小説を選び、全体をざっと読みます。その後、序章から結末までの5段階の構造を紙に書き出してください。次に、主要なシンボルや繰り返し出てくる設定をチェックし、登場人物がどの原型に当てはまるかを分類します。最後に、自分の生活や感情と照らし合わせて、どのような皮肉や他の作品とのつながりがあるかを書き留めてみましょう。これを繰り返すうちに、自然と文学のコードが見えてくるはずです。まとめると、文学批評とはコードを読むこと、分析とは構造とシンボルを整理すること、そして読者は自分の経験で意味を完成させることです。フォスター先生の教えは、難しい言葉を避け、誰でも楽しく学べるようになっています。ぜひ、手元の本を開いて実践してみてください。さて、ここからはさらに深く、テキストと対話するための具体なガイドに進みましょう。第1部、テキストの選び方と読み込みを深める方法についてです。まずは、同じテーマを扱った異なるジャンルの作品を3つ選んで比較してみましょう。例えば帰郷というテーマなら、古典の伊勢物語、近代の雪国、そして現代の SF 短編である星の帰還を選びます。それぞれの時代背景や文章のスタイル、登場人物の設定を表にまとめ、共通点と違いをはっきりさせます。この作業は相互テクスト性を学ぶ第一歩であり、作者が意図に、あるいは無意識に受け継いだ文化なコードを浮き彫りにします。次に、読者としての自分の立ち位置を客観に見つめてみましょう。自分がどのような社会、歴史な立場にいるかを書き出します。大学生である、地方出身である、デジタルネイティブである、といった自分の属性を書き出し、それが作品のどの部分と響き合うかを地図のようにつなげます。例えば、デジタルネイティブの読者は、星の帰還に描かれる情報が多すぎる様子に敏感に反応するかもしれません。一方で、古典作品ではその感覚が逆に疎外感として働く可能性があります。こうした自己分析こそが、読者反応理論を実際に使うということです。第2部、構造な解析を広げていきましょう。フォスター先生が教えた5段階構造に加えて、それぞれの段階の中に隠れている小さな葛藤、サブ葛藤を抜き出します。例えば雪国の上昇部では、主人公と恋人の情熱な関係というメインの葛藤だけでなく、厳しい自然環境との戦いや、社会な期待とのズレという2つ目の葛藤が同時に進んでいます。これらを葛藤マトリクスという表に配置します。縦軸に時間の流れ、横軸に葛藤の種類、つまり欲求や価値観、身体な制約などを取ります。すると、
物語全体のテンポと緊張感の波が目に見えるようになり、感情の起伏を客観に把握できるようになります。また、登場人物の原型についても、より深く分析します。実際の人物は、一つの原型だけではなく、複数の原型を併せ持っていることが多いものです。例えば星の帰還の主人公は、英雄であると同時に、影のような側面も持っています。そこでアーキタイプ重層マップという円形のチャートを作り、人物を配置します。中心から外側へ向かって原型の強さが弱まるように描き、円が重なる部分に二重の役割や転換点というラベルをつけます。物語が進むにつれて、どの原型が強くなっていくかを追いかけることで、無意識に感じていた人物の変化を言葉にすることができます。第3部、象徴とモチーフを多層に解釈する方法です。色は最もよく使われるシンボルの一つです。作品に出てくる赤、青、灰色などの色の回数と場所を数え、色彩心理学と照らし合わせます。赤は情熱や危険、青は冷静さや孤独、灰色は曖昧さや死を暗示します。例えば雪国では、冬の景色である白が、純粋さと同時に死の象徴として機能し、登場人物の心と結びついています。色ごとの感情マップを作ることで、文字以上の感覚な層を体感できます。また、文学作品は音のリズムを通じても意味を伝えます。特定の言葉や音が繰り返されるパターンを音響モチーフと呼びます。例えば伊勢物語の冒頭によく出る霞や行くといった母音が持つ開放感は、旅への期待感を暗示しています。テキストを声に出して読み、表紙やアクセントの変化を記録することで、文章の音楽性に気づき、感情移入の幅が広がります。第4部、設定の象徴性と空間なメタファーについてです。設定が持つ意味は、時代とともに変わります。19世紀の産業化時代に描かれた工場都市は、労働者の孤独と技術進歩の矛盾を示していました。しかし、21世紀のデジタル都市は、情報の過剰さと個人の匿名性を象徴します。時代の代表な作品を年代順に並べ、都市の描写がどう変わったかを年表にします。その上で、同じ荒れ果てた街という設定が、時代によって何を暗示しているかを比較します。これにより、設定が持つ多様な意味を、歴史な背景の中で捉える訓練になります。そして、内部空間としての建物について考えていきましょう。建物について考えてみてください。物語の中の建物は、ただの背景ではありません。そこに住む人の心の中を映し出す鏡のようなものです。例えば、古い屋敷という設定があれば、それは過去の重い荷物や、閉ざされた家族の形、そして誰にも言えない秘密を象徴しています。建築の視点から詳しく見てみましょう。屋根の傾きや窓の場所、階段の数といった具体な形が、私たちの心に圧力をかけます。例えば、階段がとても急な場合、登るたびに緊張感が高まります。そして、ようやく頂上にたどり着くことは、困難を乗り越えるという心の動きを表現しているのです。次に、物語の作り方についてお話しします。作者がわざと、これは作り話ですよと読者に気づかせる手法があります。これをメタフィクションと呼びます。フォスターさんは、これを透明な偽装と呼びました。読者が物語の皮を一枚剥がしたとき、そこに新しい気づきが生まれるからです。例えば、村上春樹さんの海辺のカフカでは、本の中にさらに本があるという構造になっています。登場人物が自分の物語を語る場面に注目してください。そこで使われる言葉や文章の調子がどう変わるか、そこを細かく追いかけると、皮肉な視点がどのように自分自身への問いかけに結びついているかが見えてきます。また、逆説なユーモアというものもあります。これは、笑えるけれど同時に不安にもなるという、二つの感情を同時に抱かせる力を持っています。銀河ヒッチハイクガイドにある、宇宙の終わりは実は始まりでもあるというセリフが良い例です。哲学な問いとおかしさが混ざり合っています。こうしたユーモアは、私たちが当たり前だと思っている常識を揺さぶり、深いテーマについて考え直させてくれます。
この仕組みを設定、期待、裏切り、再評価という4つの段階に分けて感情の動きをグラフにしてみると、その真理な衝撃をはっきりと捉えることができます。さて、古典を現代風に読み替えることについても考えてみましょう。古代ギリシャ神話にある英雄の旅という構造は、現代の自分探し小説でもよく使われています。ジョゼフ・キャンベルさんの千の顔を持つ英雄に基づくと、物語は呼び出し、試練、帰還という3つの段階でできています。例えば、遠野圭吾さんのミステリー作品を見てみましょう。犯人探しという呼び出しが、読者自身の倫理観を問う試練に変わり、最後に真相が明かされることが価値観を書き換える期間となります。この流れをフローチャートにすると、古い物語の形が現代のテーマとどう結びついているかが視覚にわかります。また、本案という元の作品を新しく作り直す手法があります。これは単なるコピーではなく、原作と新作の対話です。引用した割合、変えた度合い、テーマの距離という3つの指標で、どれだけ新しくなったかを数値で測ることができます。例えば、小説が映画になったとき、映像ならではの視覚なシンボルが加わります。この方法を使えば、どの部分が新しい意味を生み出しているのかを意識に見つけることができます。ここからは、実際に作品を分析するための手順を説明します。まず、時代やジャンル、作者が異なる3つの作品を選びます。次に、まずは文字通りに読み、物語の流れを時系列でノートに書き出します。3つ目に、構造の地図を作ります。物語の5段階構成と、心の葛藤を整理した表を作り、どの出来事がどの葛藤に関わっているかを色分けします。4つ目に、シンボルやモチーフを探します。重要な言葉に印をつけ、色や音、空間などの象徴を一覧にします。5つ目に、登場人物の原型を分析します。一人に複数の原型を設定し、時間が経つにつれてその比重がどう変わるかをグラフにします。6つ目に、他の作品とのつながりをチェックします。他の本や歴史、神話への参照箇所を書き出し、意味の層を重ねていきます。7つ目に、自分を投影してみます。自分の属性シートを作り、作品のどの部分が自分に響いたかを書き込みます。最後に、これらすべてをまとめて、3000字程度のレポートを作成します。概要、構造分析、シンボリズム、読者の反応、再解釈の可能性という5つの章で構成し、必ず図表を添えてください。この流れを繰り返すことで、ただ情報を集めるだけの読者から物語と対話し、一緒に意味を作り出す批評な読者へと成長できるはずです。分析に役立つ本をいくつか紹介します。フォスターさんの小説を読む技術、キャンベルさんの千の顔を持つ英雄、田中宏和さんの日本近代文学の構造分析、鈴木正幸さんのシンボリズムとモチーフの辞典、そして山本浩二さんの読者反応理論入門です。これらは図書館や書店で手に入ります。特にシンボリズムとモチーフの辞典は、物語の中の象徴をすぐに調べられるので、ぜひ活用してください。ここからは、文学批評の歴史な流れや、読者の反応をどう扱うか、そしてシンボルの深い分析についてお話しします。文学批評は、古代ギリシャの時代から現代まで、人々の考えとともに進化してきました。最初は、作者が何を選び、どのような目で書いたかという、作者の選択を重視する時代がありました。その後、作者自身の精神な関心や考えの狙いを中心に据える時代へと移ります。さらに、物語がどうやって世界を考えるかという視点が生まれました。2000年代の初めに登場したトーマス・ C ・フォスターさんの小説を読む技術は、その代表な考え方です。テキストがどう考えるかを示すために、精神に深く考えることの大切さを強調しました。つまり、今の文学批評は、作者の選択を認めつつ、物語が自分自身の世界をどう捉えているかを見るという、2つの視点を合わせて進化してきたのです。次に、読者反応理論についてです。
これは読み手がどう共感し、自分の経験とどう結びつけるかを調べる方法です。まず、自分の性格や経験を自己特性シートに書き出します。例えば、あらすじの中で感じた感動や、結末で考えた親切さなどです。それを反応の帳簿に書き込んでいきます。感情の動きを曲線として描き、そこから自分の世界への考え方を確認します。例えば、本の中の心情が自分の昔の傷に当てはまると気づくことで、物語と自分を結びつけます。これを繰り返すと、自分がどんな人間で何を考えているかがわかります。また、作者のメッセージと自分の考えがどう関わっているかを目に見える形でまとめることができます。さらに、この反応のパターンを他の本と比較すれば、自分なりの読み方の癖が見つかるでしょう。最後に、シンボリズムとモチーフの拡張分析についてです。シンボリズムとは、あるものが別の意味を表すことで、深い意味を引き出すことです。例えば、嵐が紫の風として描かれていれば、それは後悔の気持ちを表しているかもしれません。モチーフは、このシンボリズムと組み合わさって、物語を展開させるきっかけになります。例えば、雪の光が昔の傷を優しく照らす光として現れるとき、雪はただの天気ではなく、純粋な考えを象徴することになります。これを分析するには、まずシンボリズム看板を作ります。物語の中で象徴な部分をすべて拾い出し、そこに考えられる意味を書き込みます。次にモチーフ看板を作り、それらがどう結びついているかを確認します。例えば、村上春樹さんの風の通り風という作品では、風が子供の夢として現れ、そこに紫の風というシンボルが加わります。これは作者の昔の夢が紫の風として考えられたことを示し、紫という色が夢の選択というモチーフに関わっていることを表しています。このように、シンボリズムとモチーフは、物語の中に感情の響きを作り出す力となります。文学批評の実践において、シンボリズムとチフの拡張をしっかりと認め、そこから自分の考えを広げていくことで、より深い文性へとつながっていきます。デジタルの時代において、テキストマイニングは新しい形で進化を続けています。まず、テキストをデータ化することで、一つのテキストからシンボリズム、モチーフ、アーキタイプといった小さな要素を自動に抽出できるようになります。例えば、コンピュータプログラムを使えば、テキストの中に隠れたシンボリズム看板を自動で見つけ出すことができます。この時、看板に表記されたシンボリズムは、ひらがなやカタカナの単語だけでなく、漢字のシンボリズムでもありますが、ここでは漢字をひらがなに変換して処理を進めます。次に、シンボリズムとモチーフの考えのネットワークを作ります。これは、シンボリズムがどのように他のシンボリズムやモチーフとつながっているかをグラフ関数で表現することです。例えば、シンボリズム、水が洗濯、風、光とつながるとき、それぞれのつながりを結び関数として確認し、シンボリズムの考えの幅を評価します。このようなデジタル処理を通して、文学批評はシンボリズムとモチーフの考えの学習をもっと正確に、そして素早く考えることができるようになります。また、デジタル処理は読者反応データを収集し、読者がどのシンボリズムに対してどのような反応をしたかを反応マップとして表すことができます。これにより、一つのテキストがどのように様々な読者に影響を与えるかをビジュアルに見える形で示すことができるのです。ここでは、実際に人生の中で文学批評のワークショップを行う例を提供します。ある小さなブッククラブでの会議の様子です。すべての参加者が一つの作品を読みます。会議の初めに、一人一人がシンボリズム看板を作り、シンボリズムを広げます。次に、みんなでモチーフ看板を共有し、
シンボリズムがどのようにモチーフとつながっているかを話し合います。会議の最後に、すべての考えを反応帳にまとめ、読者としての自分の反応を整理します。別の例として、オンラインディスカッションの場合です。すべての参加者が、オンラインのチャレンジプラットフォームに、テキストデータ化されたファイルをアップロードします。それぞれが、シンボリズム看板と、モチーフ看板を自動処理ツールで作成し、リンクを共有します。みんなで考えのネットワークを見ながら、シンボリズムとモチーフのつながりを点検し、そこから自分の考えがどう広がるかを考えます。最後に、すべての反応データをまとめて、反応マップを作り、どのシンボリズムがどの反応を引き出したかを確認します。このようなワークショップを繰り返すことで、文学批評のすべてのテクニックが実践に身につき、また、読者としての自分の考えがどのように成長するかを簡単に見える形にまとめることができます。用語集をご紹介します。シンボリズムとは、テキストの中で、あるものが他のものを表すときに使用される比喩です。モチーフとは、シンボリズムがもたらす考えの旅立ちや選択です。アーキタイプとは、文学に出てくる一人一人の考えや性格の展開です。反応帳とは、読者がテキストに対して感じた感動や考えを選択し、形にしたものです。考えのネットワークとは、シンボリズムとモチーフがつながる考えの針をビジュアルに表現したものです。以上が、文学批評のさらなる展開と、実際に使用できるテクニックの説明です。19世紀後半、ドイツのヘーゲルやイギリスのミルトンが提唱した美学自己意識は、作品を単なる感情の投射としてではなく、読者と作者の対話構造として捉える基盤となりました。特にフランスの実証主義が広がる中で、文献学手法と心理学分析が融合し、テキスト内部の矛盾や登場人物の精神構造を明らかにしようとする流れが生まれました。この流れは、20世紀初頭のロシア形式主義者ウラジーミル・プロップが提示した物語機能分類にも受け継がれ、現代のナラティブ理論の土台を形成しました。日本においては、戦前の国文学研究会が西欧批評理論を翻訳、紹介し、戦後は三木清や柳田国男が独自の文化人類学視点を加えて、テキストと社会構造の相関を探求しました。こうした歴史背景を踏まえることで、現在のデジタル批評が過去の理論遺産とどのように対話しているかを理解できるのです。トーマス C. フォスターは小説を読む技術の中で、まず著者の意図よりも読者が作り出す意味の重要性を強調します。テーマの探求、構造の解体、シンボルの追跡という3段階のプロセスを示し、各章で具体な小説を取り上げ、明らごとの質問リストを提供しています。特筆すべきは、フォスターが提案する逆転読みの手法です。これは、通常の時間軸に沿った読解をあえて逆にし、結末から出発して伏線を遡ることで、隠された対立構造や作者の皮肉を浮き彫りにする方法です。この手法は、デジタルツールで結末キーワードを抽出し、逆方向のネットワークグラフを生成する作業と親和性が高く、学生の創造思考を刺激します。近年、SNS 上で展開されているシンボル・ハントプロジェクトは、フォスターのシンボル分析を群衆知の形で拡張した試みです。参加者は好きな小説の一節をスクリーンショットし、そこに現れる色彩、動植物、天候などのシンボルをタグ付けします。タグは共通のハッシュタグで集約され、AI が自動に品質シンボルとその読者評価を可視化します。このプロジェクトの成果は、従来の個別分析では見落としがちな時代横断モチーフの傾向を示します。例えば、1990年代以降の都市小説に品質する雨と電車の組み合わせは、
現代の不安定な移動性を暗示する新たなメタファーとして再解釈できるのです。教育現場では、学生に自らデータを収集させ、統計にシンボルの分布を解析させることで、批評リテラシーとデータリテラシーの同時育成が期待できます。最後に、教室で実施できる多層テキストマッピングの手順です。まず、授業で扱う小説を1章ずつ配布し、各自が芝居体またはタブレットで閲覧します。次に、各自がプロット、対立、シンボル、モチーフ、設定の5層に分けてノートに記入します。そして、抽出した要素同士を矢印で結び、どのシンボルがどの対立を支えるか、どの設定がどのモチーフを呼び起こすかを視覚化します。グループ内でマッピングを共有し、全員の視点を統合した総合マップをデジタルホワイトボードに再構築します。最後に、総合マップをもとに、フォスターが提示する読者としての問いを投げかけ、テキストの多義性と読者の主体性についてディベートします。このプロセスは、単なる読解を超えて、テキストと読者の相互作用を実体化させ、学生が自らの解釈を根拠付きで説明できる力を養います。さらに、完成したマップはポートフォリオとして保存でき、将来な研究やプレゼンテーションにも活用できるのです。以上の項目は、文学批評の理論背景と実践手法を結びつけ、デジタル時代に適応した具体な活動例を提供することで、読者自身が作品と対話し続けるための道筋を示しています。